여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、空です。日本特有の読み方、訓読みは、悪というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、ビダと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、空に対し、韓国語の漢字語は、ゴンと言います。空、ゴンで学習していきましょう。では、空の漢字が入った単語を考えてみましょう。空気、空間、架空、虚空などの単語があります。空の漢字の韓国語はゴンなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。空気の気の漢字は気なので、空気は根気となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。根気、根気、根気。そして、空間の間の漢字は、間なので、空間は、本願となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。本願、本願、本願。そして、架空の架の漢字は、がなので、架空は、ガゴンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ガゴン、ガゴン、ガゴン。そして、虚空の虚の漢字は、ほなので、虚空は、ほごんとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ほごん、ほごん、ほごん。中級以上の方はしりとり、くんまりっきをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。空気、気体、体型、形式、式字、字体と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。根気、기체、체 형、 형식、 식사、 사퇴。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。
今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。